厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日の動画はなんとロンドン滞在中の小曽根真さんにオンラインインタビューをさせていただきました。小曽根真さんは世界の最前線で活躍をするジャズピアニスト、そして作曲家です。小曽根さんのルーツはジャズです。バークリー音楽大学のジャズ作編曲科を首席で卒業されたその年にアメリカ CBS と日本人初のレコード専属契約を結び、その20年後にはグラミー賞にもノミネートされるという世界的なスーパースターです。そんな小曽根さんは40歳頃からクラシック音楽も本格的に取り組まれています。2010年にはショパン生誕200年を記念したアルバムロードトゥショパンを発表し、全国ツアーは大成功。なんとポーランド政府からショパンパスポートを授与されます。世界中の一流オーケストラからソリスト出演のラブコールも止まらない唯一無二のクラシックピアニストとしても活躍されています。中学生の時に小曽根さんのピアノに出会った私は、いかに小曽根さんが素敵か好きかということをたっぷり語りたいんですけれども、早く小曽根真の言葉を聞かせろという声が聞こえてきそうなので、早速インタビューをご覧いただきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。今日はよろしくお願いします。ジャズ界を第一線で走り抜けてきた小曽根さんが近年垣根を越えてクラシックの場面でも活躍をされていらっしゃるので、小曽根さんから見たクラシックの魅力っていうのを今日いっぱい聞けたらなと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、先日ですね、私小曽根さんの面白いインタビューを拝見したんですけど、そこでジャズとクラシックの融合ではなくて共存なんだっていうお話をされていて、ちょっとここ詳しく教えてほしいなと思ってます。これいい悪い、僕はもう、すべてにおいて優劣とか、整合性はないと思っててね。特に音楽の芸術の世界っていうのは、もう、僕は繰り出し音大で教えてるんですけど、やっぱりそこで学生に一番最初に言うことは、基本何やってもいいんだよって。何やったっていいんだって。もう間違いっていうのはないと思ってやってほしい。特にジャズの場合はね。書かれてる楽譜を違うと弾いたら間違ったっていう言い方もあるし、あるいは僕なんかはこの音弾きたくないって音を変えて弾いちゃうときあるんですよね。でそれは本当に純粋培養でクラシックをちゃんと勉強してきた方にしたらもう、ひょっとすると許せない話かもしれないし、なんだけど、僕がコンポーザーだったらっていう、コンポーザーじゃないんですけど、この音を弾いてみたいなっていう、何かね、そこで初めてそれを書いた作曲家と対話してる感じがあるんですよね。対話ですか。だから、モーツァルト、僕が一番最初に入ったのがモーツァルトだから良かったのかもしれないんですけど、彼はやっぱり、あの時代は即興を普通にやってましたから、クラシックの人たちが。クラシックじゃないですよね。その頃の流行りの音楽ですよね。今だからクラシックって言うけども、だから、もうそもそもこのクラシックっていう言葉自体変えてもいいんじゃないのっていうぐらい、実はそっち側の中に入って演奏させてもらうと、そう勝手にジャズミュージシャンとしては思っちゃうんですよね。クラシックって言うからなんかなんだろうな、ジャズでもそうなんです。ジャズももう、100年以上の歴史ができてきて、デューク・エリントン、チャールズ・リー・ミンガス、ジョン・コルトレイ、マイルス・デイビスってもみんなが知ってる名前はあるんですけど、その人たちが神格化されすぎちゃって、あの人たちは自分が好きな音楽を自分が信じてるものをそこで作ってきただけであって、それが最終的に時代と合ってた時もあれば、長くやってるエリントンなんかお客さんにクリエイティブなものを書きすぎてブーイングされた時代もあるし、クラシックでもストラミンスキーの春の祭典は最初に暴動が起きたっていう、ね、パリのシャンゼリゼ劇場で。だから、やっぱりそこは、なんだろうな、いろんなことをみんな実験してやってきてるわけなので、学生たちにも、まず楽譜を疑って書かれって僕は疑って書かれっていうようなことを言うんですよ。面白い。そう。それは結局、ただ書いてあることが間違ってるとか間違ってないっていう表面的なことじゃなくて、なぜここでピアニッシモを書いてるのって、なぜここでフォルテって書いてるのか。いや、俺だったらここピアノで弾かないでフォルテで弾いちゃえなって思いたいのが人間だと思うんですよ。ただそれをやっていくと長い物語があって、そこで先にでっかい音でネタを出してしまうと、次にフォルテが出てきたときに、そこの一番、ここでグッときたいものの効果がないから、今ここは別フォルテにしとけよぐらいのが
あるわけですよ。うんうん。でそれを初めて譜面読んでいったときは、いや、ここはフォルテだろとかって弾いちゃうんですけど、後でついつまが合わなくなってくる。へそのえ。楽しさが、なんかこう、コンポーザーとね、うモーツん。ァルトとか、お前、ちゃんと考えてんだなとか言いながら弾くわけですよね。ひどいやつ。へえ、面白い。なんかこう、作そう曲家と対等な感じですね。そうですね。うん。僕は絶対に、今、その若い、ミュージシャンたちと、From Ozone to the Dawn っていう20代の子たちのプロジェクトもやってるんですけど、うん。年齢とか、それこそ性別、LGBTQ、関係なく、一緒にうん。ステージに立ったらもう僕はもう同じようにやりますから、へ容赦しないですえ。し、それでもう、例えば柔道でもほら、ね、もう、この人にはかなわないっていう人にこう投げられるとなんか嬉しいって話を聞いたことあるんだけど、うんやっぱりうん。僕もそれをやられてきたから、うそういうん。形でみんなとこう音楽をシェアしていく。そうすると、さっきの共存の話に戻るんですけど、どっちもが素晴らしい音楽なので、うん。それをフュージョンしてしまうのは僕はピンとこないんですね。うん。だから、いくらでもそのモーツァルトをジャズのハーモニーつけて弾けるんですけど、うん。だから最初に僕はモーツァルトを2003年に小高先生の指揮で作曲さんで弾かせてもらった時に、どうやって弾くかってことをすごく悩んだんですよ。うん。で、みんな小曽根がモーツァルト弾くんだからすごい面白いことになるぞって期待したい人がたくさんいて、それがもう楽譜のところは全部楽譜通り弾いたんですよね。何一つ変えないで。やっぱり最初いろいろ悩んだんですけど、やっぱりそうやることがモーツァルトという一人の作曲家に対するもう一人の作曲家から最大のリスペクトだと思ったんですね。へえ。で、そうすると実は演奏家としては、ピアニストとしては、モーツァルトを譜面通り弾くなんていうのは実はものすごい難しいことで、だから逆にクラシックの人たちから、ピアニストたちから、譜面通り弾いたんだねって、大変だったでしょって言われてへも大変だったってえ。言って、で、最初怖いって、譜面面モーツァルトって難しくないから、いっぱいラフマニノフみたいに書いてるわけじゃないですから、超絶技巧ではないけれども、嘘がつけないから全部こう自分の指の弱いところが出てくるへし、え。うん、これはもう、他のジャズピアニストで、僕の友人で塩谷悟っていう人いますけど、彼なんうん。かもモーツァルト弾いたときに、俺たちちゃんとやってこなかったから大変だよね、これのねって言いながら、こう、二人で練習したりとか、そこで初めてモーツァルトと向き合って、その、定時部、展開部とか、いろいろこうあるじゃないですか、その今日ね、はい。その、最初に、あの、メロディーが出てきて、それがちょっと展開するので、一番最後にちょっと展開するところまでは、すごくこう、シンプルに、まあ僕としては、はい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 ってこう聞いてるわけです、弾きなうがら。あ、そうんね、そうねって。で、最後の一番すごい展開部のところが来るタイミングが、うん。もうこれ以上同じこと聞いたら飽きるよっていう、はい。聞いてる方の気持ちを一番見事なタイミングで、うわーっと展開へさせるんですよね。え。で、それへえ。を僕が感じたときに涙が出てきちゃっうて、ん。うん。なんだよ、結局俺たち同じことやってんじゃん。そのジャズでも即興で弾いていくんだけど、最初から自分の手の内は全部出さないで、やっぱりこう構成を考えて演奏して弾いていくわけですよね。即興するときもね。うん。だから最初からバーって弾いて、ずっと早弾きばっかりしてると、もうどんなに早く弾いたって飽きるじゃないですか、人っうて。ん。だから最初シンプルに弾いて、それが少しずつこう展開してディベロップしていくっていう即興を作っていくのがやっぱり名即興演奏家のやり方なんですけど、うん。そうすると楽譜に書いてあるか、即興でやるかの違いだけで、やることはうん。同じ。結局聞いてる人がどこでグッとくるか、キュンとくるか、うホッとん。するか、びっくりするかっていうのを常に音楽を使ってこうやってる。ああ、そうすなるほると、相手ど。が使ってる言語を簡単にその自分のフードプロセッサーにかけて、うん。ブルースにしちゃってモーツァルト弾くっていうのは全然僕にとっては正しくない。僕にとってはね。うで、共ん。存という言葉が出てきたんですよね。そうなんですね。先ほど、作曲家との対話っていう話もありましたけど、聴衆とも対話しているような。うん。それがやっぱり音楽のなんだろう、普遍性っていうか、一番すごいところっていうのは、時うん。代とか、それこそ肌の色だねを超えて、うもうん。人のうん。気持ちですよね。気持ちを、感情をこうつなげていくっていうかえね。なんえ。か生きてる実感ができるっていうか、それがやっぱり音楽のすごいところだなうと思ったのん。で、はい。そうですね。はい。今も少し触れていただきましたけど、この長うん。年ジャズという世界で第一線を走り続けてこられた小曽根さんにとって、こうクラシック音楽の魅力は何って聞かれると、どんなことを挙げられます？あのーそうですね。まあ、まず
おそらく、なぜ嫌いだったかってところから話を始めた方がいい。いや、本面白い。当僕ね、好きじゃなかったんですよ、クラシックって。もうクラシックっていう言葉の響きが未だにあんまり好きじゃないんですけど、あなぜなら、その、クラシックを弾いてらっしゃる僕の周りの友人の素晴らしい演奏家たちって、古いもんだと思って弾いてる人誰一人ともいうないんだとん。思うんですよ。うもちろん書ん。かれたのが200年前とかね、100年前とかってことはありますけど、だけど今、うん。それを今生きてる人たちが音楽っていう三次元のものにこう立ち上げていくっていうことは、これはもうクラシックじゃないんですよ。今なんですよね。うん。今生で弾くってことはレコーディングは別ですよ。だから、クラシックの人、一応僕クラシック演奏してますって言ってるけど、そのクラシックっていう意味を古いものとして捉えてる人って僕はそんなにいらっしゃらないんじゃ、演奏家は特にね。うこの間ん。鈴木正人さんとも一緒にちょっと演奏しましたけど、はい。彼なんかバロックをずっと専門でやってる人だけど、全然バロックっていう古いものだと思ってる感覚ないですかうら、ん。今弾いてて楽しいから弾いてるっていうことだけだと思うので、うん。だから、そこはね、まあもちろんその僕のモーツァルトを聞いて、僕の大親友の清水和音ってピアニストがいるんですけど、彼が今からそうね、僕は本当にクラシック始めた20年近く前の僕のモーツァルトの演奏をテレビで聞いて、見たよって言われて、で、あ、見たどれって言って、宮崎の国際音楽祭でモーツァルトって、あれ見たんだって言ったら、でためなモーツァルト弾いてたよねって言うんですよ。そうなんですね。そう、言いへそうでしょ、カズえ。ネが。でも、いや、でたらめかって言われて僕嬉しくなっちゃうのね。そんなに違うのかと思って、僕うは譜面通り弾ん。いてるのに、何が違うんだろうと思う。でたらめだったよ。でも、でたらめだけどすげえ良かったよって言われたんですよ。最高ですね。そう。だからこれは、カズネからいただいた最高の僕は褒め言う葉っていうか、賛ん。辞というか、頑張れっていう、それでいいんだよって言ってくへえ。れてる。うん。だからもちろん譜面通りは弾くんだけど、まあミスタッチもいっぱい未だにあるんですけど、ない方がいいんだよ。これはぜひぜひ。でもわざとやってるわけじゃないし、ただ、それもまあ、それを超えたところでの音楽っていうのを、うそのクラシッん。クの一流の音楽家たち、コンダクターたちが僕の演奏を聞いて、それなんだよっていうふうに背中をこう押してくださったことが、どんどん自分の中では、よし、わかった。じゃあこれは俺の音楽として弾けばいいんだっていううん。風になってきたんです。最初はもうとにかく楽譜を人前で弾くっていうだけでも、体中の血が逆流するぐらい緊張するんです。未だにへ嫌ですよ。え。もう、オケがあーで調弦始まると、もう、もうやばいやばい、出ていくんだ、これでと思ってさ。へえ、小曽根さんでもそんなもうね、ことあるんですいやいね。やいや、それは本当に、もうやめない今日って何度も後ろで言いながら出ていきますからさ。本当に。何がそれぐらい嫌なんですか？緊張します。何がいや、緊張だって、させるんですか？間違えられないでしょう。間違当たり前えられないっだけど。ていうことなんですうね。ん。だって、弾くうん。音が決まってることの、この、なんだろうな、恐ろしさって、あジャズあ。ミュージシャンは基本は自分の音楽をやるし、うん。好きに演奏しますから、まあ、ただ、そこはね、だから、なんだろう、簡単かっていうと全然そうじゃなくて、うん。次に聞こえてくる音が、もうその瞬間作曲しながら弾くわけですから、うん。良くも悪くても全部自分のせいだから、コンポーザーとしてまでもそこにちょっとこう、置かれるジャズの怖さはあるんですけど、うん。ただ、あの、明らかにこの音違う音弾いちゃいましたって音はジャズの場合はないですから、うん。そこはジャズをやってきた人間には少し、へなんだろうえ。な、こう、許されしろっていうんですかね。そうなんですね。うん、が少し少し高いけど、まあ、遊びがあるんですね。クラシックの、うん、だけど、もうね、しかもこの間の、夏やったらラフマニノフの2番なんて言ったらもう名曲はい。中の名曲で、名演中の名演がもう何百何千ってある中で、僕が出て行って NHK ホールでやはい。るなんていうのはもうギロチン台に上がっていくような怖さで、ステージに出て行ってますよ。そそんなれは風には思えなかったですけれどもね、見てる側としては。ポーカーフェイス、ポーカーフェイス。ああ、素晴らしいです。今ちょっとお話にも入ってましたけれども、ジャズを弾くときとクラシックを弾くときに、小曽根さんの中で明確な違いってあるんですか？僕はつけてるつもりなんですけど、うん。聞いた人はあんまりいないのかもしれないね。ただ、音色に関してとか、ピアノとの、こうん。う、なんだろう、まあ、弾き方は少し違うと思います。ジャズのようにはやっぱり弾けないですね。へえ、あえて、この間のポルコフィエフなんか、はい。最後の方だけ、あえてジャズ風に弾いたら、
ラハフ・シャーニーっていうコンタクトがすっごいニヤニヤして笑ってたけど、音色をそういう風に弾くとやっぱり、へだけえ。ど、やっぱり音色は少し自分の中では変えて弾いてます。へえ。なんだろうな。まあ、英語、ジャズが米語、アメリカの英語だとすると、まあ、例えば、まあ、僕はロシア語が話せないから、全部クラシックがドイツ語、ちょっとざっくりまとめちゃいますけど、うん。だから、英語なまりのドイツ語を喋るようなもんですよね、おへそらく。え。うん。そうなんだから、ですね。ドイツ語をちゃんと喋る人には、僕のちょっとこう、アメリカ人が喋ってるドイツ語みたいな感じに聞こえるのかなと思いつつも、へえ。だけど、やっぱり、可能な限り、いい演奏を聞いて、で、パクリっていうことじゃなくて、盗むんですよね、芸っていうのは。やっぱり、盗む。いいものをいい演奏は絶対聞きに行く。僕、今、してるんですけど、作曲してるときは、本当にいろんなものを、もちろんここでも聞いたり、何も聞きに行ったり、つい3日ほど前に、ロンドンのフィルハーモニアで、メリン・アルソップが、ハイドンのチェロコンチェルト2つと、それからラベルおの、交響曲をやってたんですけど、やっぱり生で聞きに行くと、もうすごいなんかいっぱいインスピレーションもらう。うそうすると、ん。今、オーケストラを書いてるんで、ああ、これはいただけるなっていうようなアイディアがやっぱあるんですよね、いっへぱいね。え。そのまんま書くとこれパクリじゃないですか。だけどやっぱり、こんなカラーの作り方があるんだっていうのは、もう逆に謙虚に勉強させてもらって、だからピアノの演奏するときも、やっぱりいろんな人の演奏をう聞いて、そのん。人たちの、なんだろうな、どういうふうに弾いてるかわからないんですけど、その音うん。色から来る、音色を聞いたときに自分の心で感じるもの、なんかここで、うこんなん。色が見えたとか、こんな風に感じた、こんな匂いがしたっていうのを、自分が演奏するときに、それと同じものがここで出るように弾くんですよ。なるほど。じゃあ、インプットしたものではなくて、それに対する自分の反応をそういうこ再現となんです。してるんですね。そうそへえ、面う。だか白い。ら、コピーっていうのは僕はそういうことだと思うんですよね。ああの、あ、音だけを取ってきてやるコピーする人はいっぱいいるんだけど、そうじゃなくうん。て、僕がオスカー・ピーターソン大好きで、ピーターソンがなんで好きだったかっていうのを彼の演奏を聞くともうワクワクして、ポロポロ涙が出てきちゃうんですよ。楽しくて。うじゃあ自ん。分の演奏を聞いたときにそうなるかってならないんですよ。自分が弾いてそれをレコーディングして聞くとね。へえ。じゃあ何が違うんだろうっていううのをん。ずーっと、そうすると結構細かいフレージングの作り方とか音色とかが出てきて、で、これだっていうのを言ったときに自分でもなんかワクワクしてジンときたりするときがあうって、そん。こに向かってコピーをしていくわけですよね。ああ、すごい。うん。そう。そうすると嘘がないんですよ。なぜなら自分がワクワクしてるうから。で、そのワクワん。クを人に伝えなきゃいけないのがアーティストだから。わあ、素敵ですね。だってやっぱりコンサートにわざわざお金を払って時間をかけていくわけだから、お客うさんが。ん。やっぱり幸せになって帰りたいですよね。何か持ってそうなんで帰りたいですよすね。ね。うん。それがヘビーな曲ならヘビーなりに、もう一回考え直してみるかっていう時間が必要うな、ん。映画でもヘビーな作品を見たらやっぱり、楽しかったねとは言えないけど、うだけど、やっぱん。りそれを何か持ってう帰って考えるん。っていう。だから音楽もそういう作品、素晴らしかった、綺麗だった、色鮮やかでっていう作品があれば、これはなんか、ちょっともう一回家帰って昨日の話を考え直してみるかとか、う自分のん。人生ちょっと振り返ってみるかとか、何かがそこで化学反応が起こっていくとするためには、演奏家自身がその気持ちを持って演奏してないと、ああ。ただ上手な演奏だけになってしまうと思うんですよね。うん。うん。私もすごく今まで印象に残ってきたコンサートって何が違ったかなと思うと、うん、自うん。分の中にすごく何かが生まれた感覚とか、持ちうん、帰り感があったようなうん、感じがしまうん、すね。うん。うん。うん。それって実はね、これすごくいい話だって僕大好きな話なんですけど、うん。オーディエンスの感性っていうのがものすごく大事なんですよ。へえ。それで、もちろんいろんな聴き方があってね、うん。自分が知っている曲を聴いて、あの演奏とこの演奏と比べてっていう、そういう、まあ、評論的な聴き方もある。これも楽うしみなんです。ん。だけど、うん。それは一つの楽しみ方であってね、
例えば昔僕がジャズの番組をラジオでやってた時には、相談があん。って、ジャズを聴くにはどうすればいいですかって友達に聞いたら、まずジャズの雑誌を読んで勉強してから聴けって言われたっていう人がいたんですよ。ああ、クラシックでもありますね、それ。そう。だから僕はそうん。れは、その人の楽しみ方であっうて、ん。こういう楽しみ方もあるけど、どうだろうっていうぐらいのところだったらいいけど、まず知ってないと楽しくないよっていうのは大間違いだと思うんですうね。ん。これはその人の楽しみ方で、それは人に強要しちゃいけないんですよ。うん。だから、それが結局そのジャズとかクラシックっていうファンがどんどん、その普うん。通の人ってわかんないんだよね、クラシック。ジャズわかんないんだよねっていう人が増えてきちゃった寂しい結果になったっていうのは、うん。そういう人たちの、そういうファンの人たちのせいじゃなくて、演奏家も何かこう、勉強することはいいんだけれどうも、ん。それをこう、研究して同好会みたいなのがそのまんま、うん。その演奏をやっていくと、やっぱりもっとそうじゃなくて、それを突き抜けたところに行かなきゃいけないと思うんですようね。ん。うん。だから、本来はもちろんモーツァルトも弾ける、ベートーベンも弾ける、現代音楽も弾ける、いろんなものを弾けるっていう人が、やらなきゃいけないこととしてやってるんじゃなくて、やりたいこととしてやってうないと、ん。ここの差なんですよね。う音楽って。全部が。ん。そうすると、こっちが楽しい音楽やってると、ちゃんとね、人間ってね、知識がなくてもね、そういう音にはこう反応する感性っていうのは持ってるんですよ。伝わりますよね。そうなんですよ。だから、うん。本当にコンサート素敵でしたって言っていただいたときは、うん。僕はいつも、その感性のおかげなんですって。で、僕が仮にいつもこの世のものとも思えない最高の音楽が弾けたとしても、それを素敵だって思ってくださる人の感性がないと、これは成立しないんですよ。うん。だから全てが音楽っていう、僕が持ってるのは50-50だと思ってるんです。うもちろんん。僕らはちゃんと練習して、そのために練習して、うん。それを自分のものとして提出していくんだけど、皆さんにこうさらけ出すわけですよね。で、そのさらけ出してる姿を、その音を聞いて、本当に素敵だったと思ってくださる感性が僕はすごく、アーティストを作っていくんだなうと思ってるんです。ん。うん。ああ、もう私、今日でよりファンになりました。おいや、つねさん。そうですか。最高でだって、すね。やっぱり、なんだろううん。な、もちろんアーティストっていう言葉はあるんですけど、こう言っちゃうとね、勘違いする人もいるんですけど、ミュージックビジネスなんですよね、う僕らって。ん。で、僕がこう着てる服も、ここの今借りてるホテルのホテル代も、皆さんがコンサートに来るチケット代から来てるんですよね。はい。ですよね。だからやっぱりここで今曲を書いてますけど、この曲をまた書いて演奏して、それを皆さんに戻していくってういう、ん。そのこう、サイクルっていうのは僕すごくアーティストっていうのは忘れちゃいけないんじゃないかなって思いうますね。だん。からといってこれならわかりますかっていうのは全然違って、それは逆にもう上からになっちゃってうるので、ん。うん。とにかく一生懸命やる。それを皆さんの前でさらけ出すっていうのがアーティストで、うん。うん。で、そこで、まあ、願わくば皆さんが、こう、じんと来てくださる。なんか感じてくださる。で、ここにはもう賛否両論必ず出てくるので、僕がこう弾いた、表現したものが個性的であればあるほど、うん。やっぱりその賛否両論ははっきり出てくると思うんですね。うん。だけど、それはすごく大切なことで、で、弾く側だけでもなくて、その言う側も聞く側も、これ嫌いって言っていいんですよ。うん。わかるかな嫌いって、はい。だって食べ物だったらこれ好き嫌いってはっきりう言えるじゃないですん。か。これ美味しい、これ美味しくないって。で、ラーメン一つ取ったって割れるじゃないですか。私はあそこ好きだけどここ好きじゃないって。それでいいと思うんですよ。うだから、それん。がいい悪いになってきちゃうと、それはちょっと僕は違う気がうするんですよね。ん。うん。うん。だから、もう、その誠の演奏大好きって言ってくれる人と、あいつのピアノだけは大嫌いっていう人が、いなきゃいけないって言うと、ちょっとなんか、それもちょっと俺分かってるよっていうことを言うわけじゃなくて、みんなに好かれたいんですけど、願わくば。だけど、やっぱりそれは仕方ないんですよ。僕はこうしかできないから、うそれにん。対して好き嫌いが出てくる。っていうのが、唯一、作ってる方も聞いてる方も自分を表現できてる場所なんですよね。う好き嫌ん。い言えるっていうのは。これ、会社で好き嫌い言ったらいろいろめんどくさいことが出てくるじゃないですか。うん。そういう社会だと。ね。だけど、芸術の世界は、聞く方もお金払って言ってるんだから嫌いって言っていいんですよ。やっうぱり。こん。れはすごく大事なことで、それを
感じることが自分がこういうふうに好き嫌いがそこにあるんだってことを自分の存在価値っていうか、あ、人として、そこでちゃんと表現できるっていうことなんですよね。うん、だからそれをいい悪いってことにするのは僕はちょっと三角だと思いますうけど、ん、そうですちょっね。と疑問はあるけど、いい悪いじゃない。整合性自分の、もないし、優劣もうん、そこにはない。うん、そうですよね。自分が心がどっちに向くかっていう個性の話と、やっぱり一つの軸でいいか悪いか優れているか劣っているかっていうのとはまたちょっと違いますもんね。だからそれ両方その好きな自分の評価の仕方があって、聞き方があうって、それがん、個性でいいんです。うただそん。れを人に強要するってことは僕は違うと思ああ、なるほど。う。先ほどの話とだ、もつながってきますね。そう。だからそうすると結局共存っていうことがどれだけそれぞれのうん、世界、それぞれの王国が、モーツァルト王国があり、うん、うちの僕が家内の美鈴とはい。話してる時にもいいんですけど、やっぱ結婚もそうで、うん。二つの王国が一つになるときに、共存してないと絶対長く続かないって言って、どっちかあ、の王国に入っちゃうと、へえ。うん。だから、それはいろんな夫婦の形があって、その共存よりも一つのなった方がいいうん。形もある。それを自分たちでちゃんとこう意識してやっていくってことがすごく難しいですよね。面白い。音楽だけのうん。話じゃないんですね。僕はそんな気がします。だかうら、ん。自分がこう思ってるってことはちゃんと出すべきだと思うし、特にアーティストで、しかもうそれを出すん。責任があると思うんですよ。人様から時間とお金をいただいているわけだかうら、ん。そこに対してただこう正しいこととか正論のどっかで聞いたようなことを言っても、うん。それはなんか特別なものにはならないうん。と思うんですね。うん。で、なんか頭で特別なことをしようっていうことじゃなくて、とうにかく一ん。生懸命それに向かって、うん。こ作っていく中で、必ず人間が、小曽根誠っていう人間が、というフィルターを通ってきますから、僕はモーツァルト弾こうが、ラフマニノフ弾こうが、うん。ジャズを弾こうが、やっぱり小曽根誠といううん。匂いもするし、うん。カラーも出てくるし、うん。で、それが、今61歳ですけど、本当に40過ぎた頃から、ようやく自分の個性っていうか、スタイルってこうなのかなっていうふうに思を得るようになってきたんへですね、自分の音え。楽でもね。うん。それはでもそういうふうに好きなことで、フィードバックしてくださるお客さんのおかげですよね。今いろんなところにこう話が広がっていった感じがするんですけれども、こう改めて小曽根さんにとってのクラシック音楽の魅力は何ですかと聞かれたら、何だと答えられますか？すっごいがっかりする答えかもしれないけど、はい。そんなことなのって言われる。できないことなんですよね。できないことなんですか？あのね、本当5歳、6歳の頃からちゃんと指を作ってきたピアニストから比べると、僕なんて42歳からクラシック始めてますから、そこからそれこそチェルニーとか始めて、指をもう一回作り直してるんですよね。もう一回イーストマンスクール、学校へ一学期間だけ行って、クラシックの人たちがどういうふうに音楽を聴いてるのか見たくて、その、譜面面は一緒に弾けるんですけど、僕が行くとどうも違うから何が違うんだろうって。だから結局気がついたのは弾き方じゃなくて聞き方っていうことへえ、耳なんですが大事。ね。耳です、耳です。もう音へ楽は耳のえ、芸術だから、絶対にもう耳がいいやつが勝つんです、これは。へもえ、う。で、それもどこを聞いてるかで、表面的にレコードコピーする超音っていうとか、絶対音感とか、そんなことじゃなくて、うん、音楽のどこを聞いてるかっていうのがすごくう大事で、ん、僕はよく、結婚した当初は話聞いてるのに人の話聞いてないって怒られたんですけど、話のど表面を、こを聞いてるかが、そう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 、そうじゃなくてねって、こうで、こういうことでしょ。ああ、そうか、そういうことだかって言ったら、ちゃんと話を聞きなさいってよく怒られたんですけど、未だにそれは苦手なんですけど、音楽においては、どこかちゃんと自分の中ではこう聞いてる大切な部分があってね。うん、だから、そこをやっぱりこう大事にしてるとなってくると、そのクラシックっていうその音楽は、そのできないことっていうのは、まずその自分が本当に弾けないんですよ。うだから、ん、いや、本当に弾けないから、きちんとね、そういうきちんとやってきた人たちから比べると、やっぱり指が、もうそういう手じゃないんです。だうから、ん、本当にもう、聞いていただいたら、前のの2番なんかもギリギリのところで、ギリギリの線があったとしたら、僕はギリギリアウト側でここにこう、小判ザメみたいにくっついてるぐらいのイメージ
なんです。本当に。それは、上を見りゃキリがないんですけど、最初に聞いたのがリヒテルの2番を聞いてるから、なんであんなことが弾けるんだろうと思うんですよね。手がどうなってる同じ人間の手なのにって、それは何十年もちゃんとエクササイズやってきたその筋肉はそこにあるし、この間反田君の手も見せてもらったけど、やっぱり筋肉のつき方が僕のとは全然違うんですよね。へえ、面白い。うん、うん、なるほど、そうか、なるほどなって、こっち側にもすごい筋肉がついてて、そりゃこっち動はくだろうっていうのが、やっぱりあって、あ。へそれはえ。一夜漬けや40過ぎてからっていうのは無理なんですけど、でも、できないからこそ、やりたいっていう、うん、まあ、やっぱりどんなに頑張っても多分これは弾けないだろうっていうコンチェルトはあるんです。これもぶっちゃけ。もうスタミナが多分続かないだろうっていう。だけども、まずピアニストとしてそれをできないことに向かっていきたいっていう、まだああ、素上手くなりた敵。いと思ってるんですね。実はね。この年で、61歳で。なんとかか もうちょっと、いや、かっこいいっていうかね、涙出てきバカちゃいました。と言って。だから、うん。あの結果は出るかどうないかは、出ないかわからないけど、とにかくやってやろうっていうのがあって、で、そんなチャンスを N 響さんも、小高さんも、で、そこに来てくださるお客さんもいて、僕に頑張れっていうことを、なんかこう言っていただいてる気がするんです。だから、その音楽家としてもなんですけど、一人の人間としてせっかく命をもらったんだから、あの、ギリギリまで悪あがきはしていきたいなと思うんですね。だから、クラシックであんな対曲を弾くってことは本当に怖いんですけど、まずクラシックの魅力っていうのが、そこが一番できないっていうことが、すごうく、ん。僕にとって魅力。できないことは宝物って学生たちに教えるんで、へえ。うん。だから、まあ、それがまず一つ。もう一つは、まあ、もちろん、もう曲の内容ですよね。うラマヤノフのん。2番弾いたときに、このハーモニーを1900年に書いてたのかといや、思うと、本当ですよね。うん、うこれを書いん。てたんだと思うとね、悔しいのと、嬉しいのと、両方で、悔しいですね。なんでこんなことが、これちょっと待って、俺たちが今やってる音楽と何も変わりないじゃないってういう、ん。しかももうエイトーナルってあの後ほらね、どんどんこう音楽が自由になっていって、調整がなくなっていく、はい。それ人間のこう本当に進化のとても素敵なことだと思うんですけど、そうではなくて、調整のある中であれはもうほとんど限界ですよね。うもうプん。ログフェフまで行っちゃうともう今度ダブル、ポリモードになってくるからキーをうん。2つぶつけたりとか、そういう実験的なことになって、すごくインテリジェンスがもっと入ってくるんだけど、調整の中であれだけのカラーと旋律を同時に作っていくっていう、うん。頭の中どうなってたんだろうっていうふうに、そこを見れることと、やっぱりそこからまた盗めるものもいっぱいあるし、へえ。この間、うん。PMF で一緒にやったラハフシャーニーっていうのが言ってましたけど、はい。やっぱり、ブラームスの2番彼振ったのかな、あの時にもうこの曲なんかはやるたびに発見があるって言って。だから僕もそうですよね。ラフマニノフの2うん。番ももう6回ぐらい弾いてるけども、本当に弾くたびに難しくなっていくうっていう、ん。そんな話を、クラシックの人は弾けばどんどん簡単になるんだろうと思って、ピアニストにそんな話をしてたら、あの、Welcome to the world of classical music って言われたんで、へえ。うん、やっぱりそうかって、音楽ってやっぱそういうことなんだな、ジャンル関係ないんだなっうていうのん。をね、すごく感じましたね。そうやっぱり未知ですね。のものに対する魅力っうていうのと、ん。そこに書かれてるものの、レベルの高さかな、やっぱり音楽の。ですうん、ね。これはもういや、なんかこう、本当に認めざるを得ないというかね、悔しいんですよ。だから作曲家として。うん。うん、今、クラシックの魅力っていうことについてお話しいただきましたけど、小曽根さん個人がお好きなクラシック曲、聞く方でも弾く方でも構いませんけれども、ありますか？ああ。いや、本当にこれも恥ずかしくてね、それほどそんなに作曲家を知らないんですよね。う有名どころはん。もちろん、うん。だから聞いたことないような、名前は知ってるけど、その人の音楽を聞いたことないっていうのがいっぱいあって、でつい最近これいいよって聞いてみたら、アラン・コープランドが書いてピアノコンチェルトを聞いたら、はすごい面白かったし、こい。へんな曲もあるんえ。だって、でもやっぱりコープランドはコープランドなんだなっていうのがもう本当にすぐ
わかるし、あれは K が、ハチャトゥリアンって言うんですかはい、大好きです。のピアノコンチェルトもあれもデタラメにかっこいいですよね、あれもね。はい。弾くの大うん。変だね。じゃん、じゃじゃじゃん、じゃじゃじゃんって始まるの。なんでこんなことがすごい書けるのかなっていう、ね、アイディアが、うん。シンプルなとこから出てきてるんだろうなってうん。思いますけど。だけど、でもやっぱり僕はモーツァルトが好きですね。へすごくえ。ジャズの人間とチックなんかがすごくモーツァルトを弾きたがってたのがよくわかうるし、ん。で、それを、同じスピリットをもっと外にこう出してきた人が僕それこそバルトークなんじゃないかなってあ思っあ。たりして、あの自由さをモーツァルトは調整の中で出してましたけど、うん。それを本当にベロンとひっくり返したらあんななっちゃったみたいなのがバルトークのような気がして、なるほど。もちろん。バルトークも好きですね。バルトークのピアノ2台とパーカッション、うん。ソナタも小玉ももちゃんと一緒にさせてもらったりとかしましたけど、今度の実は BBC でね、一緒に演奏するゴンサロ・ルバルカバともう一回バルトークの2台のオーケストラバージョンをやってるんですよね、二へ人でね。え。それで、どっかでアドリブしようぜって言ってたけど、全然アドリブする場所がなかったのを覚えてるんで、これはアドリブしたら絶対帰ってこれないからやめようって、危険すぎるからやめようって、へえ。うん、すごい楽しかったですね。そんな裏話があったんですね。はい。BBC プロムスの話も今出たので、ちょっとお伺いしたいんですけれはい。ども、はい。BBC プロムスジャパンっていうのはどんな音楽祭なんですか？僕も今回初めて参加をさせていただくので、基本はジャズじゃなくてクラシックのミュージックフェスティバルということだけど、実は僕ね、BBC プロムスの、あれいろんなところとこうつないで、ロンドンからつないでね、ロイヤルアルバータホールからはい。あったんですけど、僕それとつないでいるときに一回ドイツのハノーファーでね、演奏して出してもらったことがある気がするんですよ。えー、あれ確か BBC プロムスだったと思うんですよね。ドイツにいたおー。ときに。あ、NDR ハノーファー、レディオフィルハーモニーって、その時にラプソディンブルーを、ハノーファーのオーケストラと一緒にやって、で、ロンドンと繋いでた記憶があるんです。だから、まあ、BBC プロムスジャパンは初めてなんですけど、BBC プロムスって言うと、ひょっとするとそれがそうだったら2回目うかなとーん。思うんですけど、うただ、ん。その時も思ったんですけど、クラシックを基本的にはベースにファウンデーションにされてますけど、うん。あの、とってもいろんな違ったジャンルの音楽もそこでこう皆さんでこう楽しむっていうう、ん。非常にその懐の大きな、そしてクリエイティブなフェスティバルなんじゃないかなっていうふうに思うし、あとはそこにね、出していただくことはすごく本当に声がかかったっていうのは光栄です。琴音さんはどんな曲弾かれるんですか？今回はですね、はい。今まだ最後の詰めまで行ってないんですけど、ゴンサロと、まあ、彼はキューバ出身のピアニスト、ジャズピアニストですけど、もう彼もそのジャズっていうところにとどまらない、もともとはクラシカルにトレインされたうん。バックグラウンドがあるピアニストなので、前彼とは一度そのバルトークを二人でピアノ2台とパーカッションのためのそなたをオーケストラバージョンで一緒にやってるんですけど、今回はそういうクラシックのものは基本的に考えてなくて、うん。二人でそこでテーマを作って即興で音楽を作っていくっていう、ちょっとこうフリーな感じのものをやったり、あと僕はね、やりたいのは自分たちのまずオリジナルの曲と、ゴンサロに頼もうと思ってるのは、僕実はキューバの音楽をちょっとやりたいんですよね。せっかくええ。彼を呼んでくるので、で、キューバに、エルネスト・レクォーナっていう素晴らしい作曲家がいて、で、もう名曲をいっぱい残してるんですけど、彼はもともとそのクラシックの作曲家としてもっともっとやっていきたかったんだけれども、その彼の楽曲があまりにも素晴らしくて、キューバンミュージックのポップスのようなもののこう作曲家としてダーンと有名になっちゃったんですけど、うん。そのレク・ウォーナーさんの曲もちょっと、キューバの音楽も僕できるかなと思ってすごく楽しみにしてます。はい。なんかすごい、そう、クラシックっていう枠にとらわれず、いろんな音はい。楽を楽しめそうですね。はい。で、特に僕とゴンサロがこうやる音楽っていうのは、そのジャズでもそのブルースから来た、もちろん二人ともブルース弾くんですけど、そういう、なんだろうな、うん。ジャズとセンターのブルースベースのものではなくて、うん。やっぱり今、この時代、いろんな音楽がいろんな音楽をに影響されているので、そのジャズの中でもキューバンジャズっていうのがあったりとか、ニューヨークなんか行くとキューバとの交流があった時のね、やっぱりラテンジャズっていうのがありますし、うで、ん。そこにそのキューバがやっぱり、
ヨーロッパからの影響を受けた、さっき言ったレコーナさんの曲があったりとか、で、あと僕自身が、実はショパンのプロジェクトをやってるときに、ポロネーズとかマズルカとかに、こう並ぶオベレックっていう民族舞踊の、はい。リズムがあって、で、このオベレックっていうのは8分の6拍子なんですけど、そういう、そのタイトルを使って曲を僕は書いてるんですよ。で、それを逆にキューバのゴンサロと一緒にそれをやったらどうかな。それって結構書き譜になってて、昨年の僕の、オゾネ60ってアルバムにも一人で、二人役でダブルピアノで録音したんですけど、それを今回、もし、あれだったら彼とも一緒にやってみたらどうかなと思ってます。すごい素敵ですね。はいいいですね。やっぱ BBC プロムスジャパン、BBC プロムス本国の方も、すごく自由な雰囲気と、もう本当に多様性のある音楽祭、イベントだなって思いましたけど、なんかそれがこの日本でも楽しめるっていうのが今、小曽根さんの話を聞いてすごい伝わってきました。はい。なんかやっぱり、お祭りってね、これは実は僕が大尊敬していた、もう亡くなられた井上久志さんっていう作家の、お言葉をそのままなんですけど、いただくんですけど、そういう音楽祭っていうのは、お祭りっていうのは、消費で終わってるところが多いから、そこに、やっぱり、そこでしか聴けない音楽が、なんか生まれて残っていくっていうことがすごく大事なんです。でそれは文化祭の一番の意味なんですっていうふうにね。だから、こう、有名な人が来て、うわ、すごいいいコンサートだったっていうのはもちろんいいんですけど、何かそこでしか生まれない音楽っていうのがあって、でそこにこう、毎年それをやるごとにその音楽が残っていくっていう、これが僕は、クラシックに限らず、ジャズフェスティバルとか、何かそういう、せっかくこれだけのアーティストが集まるのに、自分の音楽だけやってさっさと帰っていくんじゃなくて、なんかそこでしかできないことを作っていくっていうのは、クラシックさ、ありますよね。やっぱりこう、オールスターメンバーが来て、オーケストラができたりとか、やっぱり何かそういうやったことないことをやっていくのが、すごく僕はやっぱりその音楽祭っていうことの意味かな、と思ってるので、今回もここでしか生まれない音楽を作れたらなと思ってます。すごい素敵です。本当に今日インタビューできてよかったです。いやいやいや僕は受け入れが多いんで、いろんな方の。いろんな人から教えてもらったことをやっぱりそのまんま形にはしていってるかな。すごいな。していこうと努力をして。何でも吸収されるんですね。ね、でもやっぱり言われてあれと思ったことはやっぱりやってみるべきですよね。違ったらやめればいいんだから。一番良くないのは自分が作ってきたものがあって、これはもうこれでいいんだってなっちゃうと、それは、それはそれでもちろん、いいんでしょうけど、僕はそれだと飽きちゃうんですよね。自分が作った音楽ももう弾きたくないって弾かない曲がいっぱいあって、それが10年ぐらいするとまた引っ張り出して弾いてみたりとか、何かやっぱり今ワクワクするものが欲しいっていうのが一番ですね。最後に、この厳選クラシックチャンネルは、クラシックにちょっと興味があるなっていう方から、もう、クラシックファンですっていう方まで、クラシックというところにも一歩踏み出した方々、踏み出そうとしている方々が見てくださっているんですけど、小曽根さんから、クラシックファンの皆さんに一言いただけたらなと思います。いや、本当に純粋バイオのクラシックの皆さんにはですね、応援していただいてありがとうございます。まだもうちょっと頑張りしろがあると思うんで、頑張っていきたいと思うんですけど、これから本当に、このクラシックの音楽を聴いていこう、もっと聴いてみたいなと思われた方っていうのは、おそらくね、いい演奏に出会われたからだと思うんですよ。だから、もう一回聴いてみたいと思う。で、その気持ちは、すごく大事だと思うし、僕自身がそうだったので、好きじゃなかったクラシックがこんなに自分の中で重要なポジションになってしまったっていうのは、やっぱりそれはものが素晴らしいからであって、それ以外の何者でもないんです。だから、いい演奏に出会うことも、なんか今日は違うなと思うこともあるんだけど、それも含めて、いろんな人の演奏を聴いていくっていう、生で聴くっていうことを、これがやっぱりね、音楽は一番何よりも大事なんです。やっぱめんどくさいです。電車乗ってわざわざチケット買っていかなきゃいけないからね。だけど、やっぱりね、それに変えられないものがあるんですよね。チンして食べるラーメンじゃなくて、目の前でこう、さーって作ってくれるラーメンじゃないと、すいません、発想が貧困すぎて。ラーメンで例えられるとは思いませんでした。でも食べ物だとやっぱ分かりやすいんですよね。うん。だから、
演奏家は皆さん本当に一生懸命命を削ってやってらっしゃると思うんですけど、生で、いろんな音楽と出会っていくっていうことが、自分の中でいろいろボキャブラリーも増えてくるし、で、好き嫌いでいっぱいいっぱい感じていただけたら、わざわざその足を運んだ意味があるんじゃないかなと思います。やっぱり僕も、どうしても年齢とともにね、自分のコンサートが忙しかったりとかってことあったりするんですけど、だけど、やっぱり人の音楽を聴きに行くっていいですね。すごくいいですね。もうそれが何よりも一番の刺激になりますね。例えば気にならなくて、俺だったらこう弾くのになと思ったことが、それが実はいいんですよ。そこでも刺激もらってるから僕ならこう弾きたいって思うわけじゃないですか。で、だからそういう、いろんな刺激をもらうには、やっぱり生の音楽ってね、これはおそらく音楽家じゃなくて、音楽家じゃないファンの方もおそらく大事じゃないかなと思うので、ぜひいっぱい足を運んで見に行ってください。はい。ありがとうございます。はい。ちょっとこのインタビューは以上にさせていただこうと思いますが、何か言い足りないこととかありますか？いや、いっぱい喋ったから編集するの大変じゃない？大丈夫？もうほぼノーカットで使おうと思ってますけど、ちょっと私が涙をこぼした部分だけカットしようと思ってますけど。それ素敵じゃないですか。いやいや、それこそ素敵ですよ。いや、本当にちょっと、取り乱してしまいましたけど、感情が抑えられなくなっちゃいました。でもそれってすごく大事ですよね。それを逆に見せることによってお客さんがね、すごく共鳴される部分があると思いますよ。すごく僕素敵だったな。だから本当に泣いちゃうような感性っていうのが、一番何よりも宝物ですから。よかった、そうですか。それはカットしないでくださいね。カットしないでくださいね。まずいですね。ありがとう。いかがでしたか？本当に最高のインタビューでした。今日の動画が良かったと思われた方はぜひグッドボタンで教えてください。ぜひ感想はコメントでお待ちしています。今回小曽根さんも出演される BBC プロムスジャパン2022は10月29日の土曜日から11月6日日曜日まで開催されます。東京の文化村オーチャードホールと大阪のザ・シンフォニーホールで行われます。小曽根さんは11月2日のプロムス2に出演されます。ゴンサロとの共演がどんなプログラムになるのか今からワクワクが止まりません。ちなみにこの BBC プロムスは私が世界でも最も行きたい音楽祭の一つなんですが、イギリスの雰囲気を帯びつつ日本らしいコンサートになるというのが今回の BBC プロムスジャパンなんです。ちなみに私は複数公演行くつもりです。概要欄に各日程の詳細が記載されていますのでぜひチェックしてみてください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに毎週金曜日の夜8時にクラシック音楽を楽しむ入り口になる動画を配信しています。有名な作曲家の人生や代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団、演奏家の紹介や有名な曲のご紹介などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー。